最近思った話していいよね。最近思うんですけど、天ぷらって人生でいつ食うの？本当にわからない。天ぷらって人生でいつ食うの？だって子供の頃ってみんな天ぷらのことをめっちゃ高根の花子さんだったでしょ？めっちゃ手の届かない存在だったじゃないですか。子供の頃思い出してみんな一回疑問に思ってるでしょ。みんな疑問に思ってるでしょ。僕の話口に今疑問を持ってると思うんですけど、そうじゃなくて一回思い出して、子供の頃ってみんな天ぷらのことめちゃめちゃ手の届かない存在だったじゃない。そういう前提で僕は喋るからな、言っとくけどあれよ、美味しい天ぷらよ、美味しい天ぷらで、大人になってさ、こう自分で稼げるようになる時期がもちろん来るわけじゃないですか。で、食べてみるじゃない？油がきついのよ油がきついのよ。大人になってから自分のお金で食べる天ぷらの油がきついのよ子供の頃親のお金でね食べた時あんなに美味しかったのに、時たまの贅沢で食べた時あんなに美味しかったのに、だってみんな夢描いたでしょ。好きな時に天ぷらが食べられる人生を夢描いたでしょ。一回天ぷらだけじゃないよ、なんかハンバーグとかね、ステーキとかね、お腹いっぱい大人になったら食べるんだっつって思ったでしょ最近の夢のマイブーム、茹でた野菜だからね茹でた野菜が本当に美味しい。僕が聞きたかったのは、その天ぷらって子供の頃はなかなか食べれなかったのに、大人になると油がきつくてとてもいつ食ったらいいか分からない食べ物だなってことを最近思って、どれぐらい僕が最近真剣にそれを思ったかっていうと、携帯のメモにあるぐらいでそれを真剣にね思った。本当にびっくりした。天ぷらって人生でいつ食うんだろう。なんかね、天ぷらと僕和解したくて、僕天ぷら好きなんだよ本当は。絶対僕天ぷら好きなの。天ぷらも僕のことそんな嫌いじゃないと思うんだよね。まだ僕まだ27年間生きてて、そんな天ぷらに悪いことしてないと思うんだよ。天ぷらと和解できるはずなんだけども、どうしてもね難しいんで、すれ違っちゃうんだよね。なぜかなぜか自分であげてみようかな。そうありだな。それちょっとコメント、自分であげてみるか。自分であげたらうまく食えるかな。いや、天ぷらと和解したいんだよね。僕は絶対美味しいはずなんだよ。僕は僕は天ぷらじゃないですちょっと脳が死にながらパンを食べながら口内に苦しみながら一生懸命天ぷらについてる語る夢をかけるですね今ね。これはちなみに絶対ね僕和解できると思う。悔しいな。そういう悔しい気持ちで日々を生きてる。それがバーチャル YouTuber なんだよな。そうじゃないんですよ。和解できないんですよ。いやなんかね、いや思うじゃん一回。うどんと一緒に食べたらさっぱりでしょっつって言うて、うどんと一緒に食べたらどんな油物もつるりといけると思うじゃん。でも違うのよね。いや僕の食べ方も多分下手よ。多分うどんとトントンで食べれればおそらく食べれたんだろうけど、どうしても最近富に最近ね、ここ数年に至ってはマジで天ぷらを最後まで美味しく食べれない。途中でどうしてもね油ってねいう感情がつきまとってくる。それがね僕と天ぷらとの距離感だね。だから僕が距離感の測れないもの第3位が、後輩で、第2位がお手洗いで、第1位が天ぷらだね。その辺とはやっぱ和解していきたいですね。よろしくお願いします。はい。多分ねエビカツパンとの距離は近い。エビカツパンとの距離は近い。パン夢てーてーでもいいと思う。だいぶエビカツパンとの距離は近い。僕もわかんない。コメント欄に今書いてあるけど、なんで天ぷらが食べれないのにエビカツパン食べれるのっていうね。思ってる人いますよね、絶対ね。僕も思います。なんならカレーパンも食べれます。わかんないでしょ。夢が何言ってるかわからんやろ。僕もわからん。そう、天ぷらは揚げたてじゃないとどんどん美味しくなくなるって言うんだけどね。油がしんどいマジで。ぜひ僕が食べれる天ぷらを探していただければと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで、天ぷらと和解したいというねお話の切り抜きでした。いや本当にね季節問わずだし汁でさっと茹でた野菜は美味しいので、若い人もねぜひやってみてください。僕も若いわはい、コメント欄でね感想待ってます。またお会いいたしましょう。夢追いかけるでした。バイバーイ。
いつだって逃げてばかりなんだ。僕が踏み出すかすかな輪立ち、決して